それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、このままお相手を好きでいてもいいですかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。このまま思い続けていってもいいのかどうか、そんな迷いを抱えている方向けのリーディングです。こちら1番のカードはゼータというカードです。ではよろしくお願いします。今回テーマがこのまま好きでいてもいいですかっていうテーマなので、もしかしたら辛口の内容が含まれるかもしれません。早速今のお二人の距離感を見ていこうと思います。はい、それでは見ていきます。このまま好きでいてもいいかどうか、エンジェルアンサーからも見ていきます。そしてルノルマンカード、エンゲージメントカードも使ってみていこうと思います。まずは今のお二人の関係性っていうところなんですが、お相手に今課題や試練を感じますね。あなたの方はお相手を好きだし、好きな気持ち溢れていますし、支えたいとか癒したいっていう気持ちがあって、お相手が困ってるのかな、困ってる状況にいらっしゃるのかなと思います。例えば会社で今孤立していたり、苦しい状況、経営が困難だとか、生活があまり思わしくない、体調もそうだしだったりとか、あなたとの恋愛においても今困難な思いを感じてるんじゃないかなと思います。あなたはそれを分かっていても支えていきたいっていう気持ちが強いです。そして課題点のところにワールドなんですね。これが課題点で入っているということは、2人が完全に一つになるまでっていうのが課題なんですね。それが今なかなかに厳しい、その厳しい原因がお相手にあるっていうことで、やはり一つになれない、つまり両思いになれないとか、恋愛関係、交際とか結婚まで至らないのは、やっぱりこのまま思い続けていいのかなって不安になってしまう、そういうのもやっぱり感じますね。わかるなっていうふうに思います。アドバイスカードはカップのページのカードです。そして一つ言えるのは、あなたが焦ったり苦しんだり悲しんだりとかあると思うんですよ。あると思うんですが、でもしっかりと自分の中で気持ちを受け止めて、あなたができるだけお相手の前で優しく振る舞おうとか、自分自身にも優しくしようとか、愛情をきちんと届けていきたいっていう、そういう誠実な気持ちを持ってるので、ぜひその気持ちを持ちながらお相手に接していってください。あなたに何かが足りないとか、何かの理由があるというわけではないんです。それだけは伝えてきてくれているので、自分が悪いんじゃないかっていうふうに思わないでくださいね。そしてできるだけネガティブにならずに前向きに捉えていってください。まずはこのまま思い続けていっていいですかっていうことで、はっきりとエンジェルアンサーでカードもらっていきます。で、中にはノーっていうカードがあったりするので、はっきりと答えが出るかもしれません。でもここは出していきましょう。じゃあどうすればいいのかなっていうところにも目を向けていこうと思います。このままこの方を思い続けていっていいですか？はい、見ていきましょう。こちらのカードは、もっと情報を集めてください。このまま思い続けていってもいいのかどうか、もっとヒントをね、手繰り寄せていってくださいっていうことです。じゃあ、それはどんなヒントなのってことをもっと深掘りしていこうと思います。まずはこの人の現状です。近況を細かく見ていきましょう。この人の、生活、仕事どうでしょうか？何に困っているのか見ていきましょう。この方のまずは仕事生活で1枚出します。そしてあなたへの思いで1枚出します。まずは生活から、はい、1枚出しましょう。あ、そうですね。雲のカードだから生活仕事でモヤモヤすることがある。生活全般です。うまくいってない。
そしてあなたに対する思いです。クロスのカードですね。そうですね。あなたに対しても何かしらのはっきりとした態度を見せなければいけないとか、曖昧にしてはいけないってことを感じている。またはこれ宿命の他にも運命とか課題とか試練っていうのも表してます。でも山のカードではないので、何かこう自分の中で壁を感じているとかそういうことではなくて、あなたに対してはもう少し深掘りが欲しいなと思いました。ちょっと待ってくださいね。これをそうですね、ルノルマンで見ていきましょう。伝えたいことがある、感じてることがあるっていうのが、やり直します。感じてることがあるっていうのが出てくるんですけど、いやちょっと待ってくださいね。タロットにしましょう。タロットでこの方のお気持ち深く見ていきます。こちらで見ていきます。はい、まずは生活は安定していないということと、つまり仕事うまくいっていない、健康状態が良くないとか、お金に困っているっていうこともあるかもしれません。そしてこれがあなたへの思いです。ペンタクル9とソードのナイトなので、伝えていかなければいけない、あなたが特別なんだよっていうことです。そして今まで頑張ってきたことに対する感謝ですね。そして早く急いで伝えなきゃっていう焦りが見られますね。物事が解決したよとか、お金の問題とか仕事のこととかかもしれません。今自分が不安定な状況にいて、それをあなたに伝えなきゃとか、あなたに対する思いについても自分から働きかけていかなければいけない。なぜだったら今までずっと支えてきてもらったから。だから何かしらの形にして返さなきゃとか見せなきゃ、態度を見せなきゃっていうふうに思っています。はっきりと何か告げなきゃ、っていうことが、何かっていうのは今まであなたがずっと思い続けてきてくれたことへの感謝とか、愛情で返すだったりとか、この人なりのやり方だと思います。愛情を言葉で返す、態度で示すだと思いますね。優しくするというよりは毅然とした態度で示してくると思います。例えば口ではっきりとあなたが好きですっていうふうに言うかもしれません。優しさを見せる、優しい態度をとるとか、ロマンチックな要素を取り入れるというよりははっきりと伝える。もうあなたは十分頑張ってきたねとか、今までずっとありがとねとか、苦しい時もそばにいてくれてありがとうって、そういう言葉とかメール文字だと思います。ロマンチックなレストランに行ってデートしてお食事してとかっていうよりは、口で伝えるタイプ、態度で伝えるタイプだと思います。ぐっと肩を抱き寄せてありがとうって言ったりとか。だけどまだ自分の生活は安定していないから、だからまだそうですね、お付き合いとか交際っていうところにはいけない。でも焦ってる、この人は目標っていうのがあるので、それを何とかしてあなたに教えなきゃとか、あなたへの思いまっすぐと向かっていかなきゃっていうのがあるので、焦ってるなっていう感じがします。で、思い続けていいですかっていうことについては情報を集めましょうっていうことと、あとこちらですね、アドバイスカードを詳しく出しています。これも合わせて見ていきます。そしてカップのページなので、できればそのお食事をすることがおすすめなんですけども、お相手の生活状況を見ながらお誘いしていくといいのかなと思います。あとはこちらがあなたへのアドバイスカードです。めくっていきましょう。ソードの10、ペンタクルの7番、そしてフールのカードです。あなたがこのまま好きでいいのかなって思っている理由は、今までの2人の関係性を見直したい。そしてこれ以上自分が傷つくようなことがあるんだったら、やっぱり身を引いた方がいいのかなとか、この恋諦めた方がいいのかなって思っています。だけど思えば思うほどお相手への気持ちが強まっていきます。だから諦めきれない、何かこう分かっているんだけどやめられない、そういう気持ちにも近いと思います。好きだから
結局はいろんなこと考えても好きだからっていうところに戻ってくるんです。そしていつの間にか自分の中でもそれが疲れとして蓄積されていませんか？好きでやっていること、好きで思っていることなんだけど、でもどこかで自分の中で重くのしかかっているものが心の中にないでしょうか？だから時々振り返るんですね。あれ、本当に私これでいいのかな？お相手は本当に私のことを愛してくれてるのかなっていうふうに、私が今まで思い続けてきたことって無駄になってないよねっていうふうに、そしてあなたは願ってるんです。生まれ変わりたい。この関係性を変えていきたい。もしお相手が望んでいるんだったらそれに応えたい。そういう環境にしていきたいっていうふうに、モヤモヤを晴らしてあげたい。自分のモヤモヤも相手のモヤモヤも含めて、自分たちが今これから良い関係性になっていくために何かヒントが欲しい、何か手助けが欲しい、背中を押してくれるような一言が欲しい、そしてヒントがあればぜひそれを取り入れてみたい、そういうふうに思っています。でもしできるんだったらお相手を誘ってお出かけしたりデートしたりお食事したり会話したりしてみてください。おうちデートでも構いません。豪華なデートじゃなくてもいいんです。心が温まるような会話をするとか、そうですね、デートが難しかったら会話、電話、メールをするとかしてお相手と楽しい時間を過ごすっていうことを今意識してみてください。その中でお相手がどこに苦しみを感じているのか、仕事なのか生活なのか、または違うところなのか、状態をよく見てみて、そして今私にできることあるかなっていうふうにあなたは必ず考えるはずです。これを見てると自分の痛みよりも相手を優先するような、そんな優しい方、そしてお相手と結ばれるんだったらっていう気持ちももちろん持っています。夢、理想っていうところにお相手と結ばれること、もっとより良い関係性になれること、欲を言えばお互いが幸せであること、誰も傷つけずに、そして愛の世界で2人で過ごすことですねっていうのが入っています。じゃあそのために何をしていけばいいのか、このまま好きでいていいのか。好きでいていいと思います。あなたにはその覚悟ができていると思うし、お相手はこれから先どんな風になっていくのか、エンゲージメントカードから見ていきましょう。あなたに向かっていく、あなたが大事なんだよってことを伝えてきてくれる。それをもう少し深く見ていきましょう。お相手のお気持ち、あなたに伝えたいこと、そしてお相手がこれからどんな動きを見せてくれるのか。はい、こちらの3枚で見ていきます。そうですね、あなたを導いていきたい、自分の示す方向、自分はこっちへ行くんですよっていうふうにはっきりと意思表示するっていうことが言われています。そしてコミュニケーションを取りたいっていうのが一番ですね。話をしたい、自分たちの意見を交わし合いたい、どう思ってるのとか、そんな深い話からちょっとしたおしゃべりまで幅広くコミュニケーションをとっていきたい。デートしたいっていう気持ちもあるでしょう。直接会って話をしたい、顔を見たいとか手に触れたいとか、そういうのもあるでしょう。そして冒険っていうのがあるので、今まで行ったことない、でも行ってみたいと思っていた場所を訪れてみたいって言い出したりとか、あなたとまた経験したことないことをやってみたいって言い出したりとかするかもしれませんね。そしてあなたを導くような存在でありたい、こっちについてきて、頼もしい存在だっていう風に思われたい、それが入ってきますね。ソードのナイトのカードも入ってきていたので、自分の向かう方向へついてきてほしいとか、自分がこっちだよっていうから安心してついてきてほしい、安心できないこともあると思うけどって、だけど今まで積み重ねてきた2人の絆があるっていうことはお相手も感じているし、あなたのことを大切っていうふうに思っている気持ちもある、なのでもう一度話をしたい、もう一度見たい、そして未来へ向けて目標を決めて動いていきたい、未来を見たいっていうのがお相手が伝えたいことや、これからの動きですね。これからちゃんと分かるように、目立つようにちゃんと意思表示すると思います。そして2人の目指している先っていうのは
何にもとらわれないフール、自由なカードですね。だけどそこには自分たちが責任を負わなければいけないっていうね、その責任感とか覚悟っていうのも必要になってくるので、そこを多分お相手が一番気にしているところだと思うんですね。自由になっていく代わりに自分たちでしっかりやっていかなきゃって、だから目標をしっかり決めていくんだっていう、そういうお相手のお気持ちも表れていました。自由になる代わりに何かと引き換えに自分が果たさなければいけない責任がある、そのようにも伝わってきます。では開運アクションについてオラクルカード出していますので見ていきましょう。これはメッセージインアボトル、瓶の中のメッセージ。はい、メッセージなのでまだ今水面下にあるんだけど、メッセージ隠れているものが浮き上がってくるでしょうということと、こちらは射手座のカードです。射手座っていうのは目標を定めてそこに向かって飛んでいく、矢を放つですね。目標を決めるっていうのも一つのメッセージだと思います。そしてこちらですね、これがつながりです。魂のつながりという意味があります。こちらから開運メッセージもらっていきましょう。開運アクションですね。心がつながる場所を信じましょう。あなたの愛はまっすぐで美しいものです。このまま好きでいてもいいのかな、そんな風に思うのはそれだけ心からその人を大切にしている証です。でも恋の答えはすぐに出るものではなく、時間の中で少しずつ形になっていくものです。だからこそ今のあなたに必要なのは心の奥でつながる感覚を信じることです。この魂の結びつきというカードは言葉を超えたところにあるご縁を表します。そしてこの射手座のキーワードというのが私は目指すです。この恋に光を感じているんだったらもう一歩だけ前を向いて進んでみましょう。具体的な開運アクションとしては、まず一つ目、今日の気持ちを手紙に書く。これはお相手に渡さなくても OK です。お相手への思いを丁寧に文字にすることで心の整理ができて不安が軽くなります。その手紙はスマホのメモ機能でも手書きでも OK です。私はなんでこの人を好きなんだろうというのを優しく深掘りしてみてください。2つ目、誰かの何気ない言葉に注目する。この瓶に入ったメッセージというカードは偶然のようでいて意味のあるサインです。SNS や会話の中でハッとするフレーズ、心に残るような言葉をノートに書き留めてみましょう。そこにヒントが隠れています。3つ目、新しい場所や景色に触れること。それはこの射手座のアクションでもあります。少し遠くのカフェ、行ったことない書店、そして公園などに足を運んでみる。射手座は視野を広げることで気づきが増えるという星座です。出かけた先で目にした本やポスターの言葉が今のあなたに刺さるかもしれません。そしてメッセージを伝えてみること。優しいコミュニケーションを心がける。今日はお疲れ様とか、ふと思い出したよとか、重くない一言で LINE や DM で送ってみましょう。返事がすぐに返ってこなくてもいいんだっていうふうに思ってください。あなたの優しさがまずお相手に届いていくことが大切。不安になることもあるかもしれません。ですが、あなたの思いはとても綺麗で希望に満ち溢れています。この恋を大切にしたい。その思いと、そして自分の心と今あるつながりを信じること、これを大切にしてください。今日の一つの行動が明日の運気を優しく動かしてくれます。魂のつながりを信じて、そして軽い柔らかいアクション、前向きなアクションを起こしてみてください。そして隠れたメッセージが日常の中に眠っているよっていうことでした。それに気づいてねっていうこと。そしてこのゼータのカードからメッセージをもらっていきましょう。これは嵐を避ける知恵を表しています。頑張りすぎなくても大丈夫です。今のあなたは少し無理をしてまで前に進もうとしているのかもしれません。たとえ目の前に困難が立ちはだかっていても、それに立ち向かうことが全て正解とは限りません。大きな嵐の中で帆を張れば風に振り回されてしまって思わぬところで流されてしまうかもしれません。こんな時こそ自分の心の声に耳を澄ませてください。今は少し立ち止まって嵐が過ぎるのを待とう。そう思える勇気も大切な力の一つです。逃げることは弱さではありません。
自分を大切にする強さ、あなたは進むべきタイミングを見極める知恵があります。今は少し心を休める時間を持ちましょう。嵐が過ぎ去った後は、また穏やかな風があなたの背中を押してくれます。はい、嵐から逃げる、立ち向かうことが全てではないよっていうことで、時には自分の身を守るために安全な場所へ避難したりとか、ゆっくりリラックスして物事が落ち着くのを待ってもいいよというメッセージです。こちらもぜひお受け取りください。その嵐っていうのが今お相手の状況に現れてるんじゃないかなと思うんですね。そのお相手の状況がすっきりと晴れた瞬間に、自分が動き出すタイミングっていうのが分かってくると思います。この開運アクションもぜひ参考にしてください。今回はこのまま好きでいてもいいですかというのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、このままあの人を好きでいてもいいですかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。2番をお選びいただいた方、この選択肢はファイというメッセージのカードです。ではタロットカードでお二人の現在の距離感を見ていこうと思います。カードが出ました。ペンタクル2番、ソードのクイーン、カップの9、ソードのエースのカードです。でこれを見ていると、その思い描いている理想に届かないっていうのが課題点です。そうですね。あなたの理想通りではないっていうのが今の課題点かなと思います。ではこのまま思い続けていっていいですかっていうのをエンジェルアンサーから出していこうと思います。早速答えを出していきます。お相手を思い続けていっていいですか？このカードは数ヶ月以内に答えが出ます。はっきりとわかるでしょうっていうことで、思い続けていっていいですか、思い続けてもいいですか、数ヶ月以内。ただその結果はちゃんと出ると思います。ソードのエースが入っていますから、なぜあなたが理想に届かないっていうふうに思っているのかっていう原因がまず必要だなと思います。そしてお相手はそうですね、なんか冷たいとか原因があるっていう感じがしなくて、お相手の方の深掘りをさせてください。まずは、いや、気持ちは大丈夫だと思うんですね。でも見てみましょう。生活全般的に1枚と、あなたへのお気持ちで1枚出していきます。まずは生活1枚です。あなたへのお気持ちで1枚です。なるほど。お相手自身を表す紳士のカードです。で、仕事や生活に対しては今難ありって出てきていて、課題点があると、乗り越えなきゃな、それは大きな目標としてお相手が捉えているかもしれませんが、かなり今仕事で忙しいっていうのが入ってきています。だから冷たくなったとか連絡取れなくなっちゃったっていう風に感じてるのかもしれませんが、あなたに対するお気持ちとしてはあるので、もし本当に連絡が途絶えちゃったとかっていう方は、お相手が純粋に忙しいんだと思います。生活のことで、仕事、生活、お金のこと全般的に今課題があるって言ってるので、そこをちゃんと今しっかりと取り組んでいる最中っていうのが入ってきます。そしてあなたに対する思いはちゃんとあると思うんですね。なので
何か足りないなって思っていたとしても、今は落ち着いてゆっくりと過ごしてくださいっていうことですね。そうですね、ペンタクル2番っていうのは2つのことを同時に器用にこなしていくっていうカードでもあるんですが、あなたが取り組んでいけばいくほど理想に近づいていくと思いますし、将来的にはここソードのエースできちんとした形で返ってくるとか、お相手が決断してくれるとか言葉をくれるっていうのが入ってきますから、あまり心配しなくてもいいのかな。余裕持ってください。ペンタクル2番は余裕を持つっていうカード意味でもあるので、余裕を持っていくこと、そしてあなたがそうですね、1枚出していきます。愛、そうですよね。何が足りないのっていうところで、補足でもらったら愛なので、愛情不足を感じていますっていうのが出てきてるんですね。で、欲を言えば、もっとお相手から愛情を表現してもらった方が自分は安心できるんだけどなっていうのがあなたのお気持ち。そしてそのお相手がどこまでその愛情を表現してるのかがやっぱり見てる方によって変わってくるので、一概的には言えないんですが、どうでしょうね、お相手がすごく冷たくしてるとかそういうことはなさそうな気がするんですね。あなたがちゃんと話をしたら話を聞いてくれるし、多分お話もしてくれる。自分はこう思ってるんだよとか、今はでも衝突を避けたい時ではありますね。ゆっくりと話し合うようなタイミングではないかもしれないですねっていうのは出てきています。お相手の今後なんですが、近未来どんな風にお相手が考えて動いてくるのかっていうのを見ていきます。人間関係、このカードです。義理人情、はい、そして共感、優しさっていうのはちゃんと持っているし、で考えていることっていうのは対人関係のことですね。この山っていうのが対人関係で入ってきています。そしてあなたへの思いやりとか、今こう欠けているように感じるかもしれないけど、でも心の中にちゃんとあって、それが表現できていないタイミングとか相性とかその時によって変わってくるので、今あんまりその2人が話し合うタイミングではないですねっていうのは出てきています。だけど、じゃあお相手がだからといって冷たくなったのかって言ったらそうではなくて、きちんと気持ちがあって、それをちゃんと受け渡しする時がやってくるけど今ではない。そしてその後共感なので、話をすることによってお互い理解し合えるっていうのが入ってきます。それいつなのっていうタイミング、タロットで見ていきましょう。ペンタクルキング、もう少し熟成させてください。しかし物事は、今この動画をリアルタイムでご覧いただいている方は6月末あたりにこの動画を投稿する、もしくは7月に投稿するので、9月を目安にしてください。2ヶ月後、2、3ヶ月後を目安にしてください。その頃にはお相手と話し合うタイミングがやってくるし、それぐらいがいいです。夏の終わり、もしくは秋の初めぐらいにお相手と話し合うことをお勧めします。それまでにじゃあ私が今できることって何っていうことで1枚もらっていきましょう。その時の方がゆっくりと安定したお話、そうですね、堅実な話し合いができると思います。そうですね、答えもね数ヶ月先っていうのがあるので、それが具体的に2ヶ月から3ヶ月後ぐらいかなと思いました。あなたができること、ブックです。情報を集めることっていうのもそうですし、丁寧に日々を過ごすこともそうです。そして周りの人たちとの時間を大切にすること、自分のご家族、ご両親、兄弟とかお友達とか仲間とか、そしてブック、読書だけじゃなくて情報を仕入れることなので、自分にとって今必要な学びを深める、情報を集めるってこともいいと思います。そして自分の一人時間、趣味の時間を増やしてお相手の時間が空くのを待つっていうのもいいと思います。
新しい学びを始めることがおすすめ。それは一人で始める学びというよりは、みんなで取り組めるような、例えば〇〇教室に通ってみるとか、そういうことがいいと思います。学びだけではなくて、自分がやってみたかったコミュニティに参加するっていうのもいいと思いますね。そうですね。では開運アクションをオラクルカードから、プラスでもらっていきましょう。はい、まずこちらのカードが限界のところでっていうカードです。はい、そしてアストロロジーからは金星ヴィーナスのカードです。はい、そしてラバーズオラクルのカード。このカードが心の奥深いところでっていうカードですね。はい、心の奥深く。ではこの辺りから開運アクションをもらっていきましょう。心の奥では愛は続いています。あなたの愛は静かに深く確かに続いています。私のこの気持ち届いているのかなと、そんな風に揺れる夜もあるでしょう。でも愛は目に見える形だけではありません。見えなくても触れられなくても心の奥ではちゃんとつながっている。このカードはそんな静かな確信をあなたに送ってくれています。こちらのカードですね。あなたの中にある愛は海のように深く、そして温かくて美しい。それは一瞬の情熱ではなくて魂から生まれてきたもの。だからこそこの気持ちは簡単には消えません。不安を感じる今こそ、あなた自身の内側にある愛の源に戻る時です。はい、限界を感じた時に自分の根源に戻る。そして金星は愛と美と喜びの星。あなたが好きと感じるものに心を向けることで、心のエネルギーは循環し始めます。これはこの学びっていうのに通じるかもしれません。本ですね。本に関わること、読書とか、あとは学びに関わること、そしてその中で自分の好きなことを取り入れてやってみてください。具体的な開運アクションとしては、自分の好きを大切にする時間を作ること、五感の喜びです。お気に入りの香水、音楽、お花、お茶、美容アイテムなど五感を満たす時間は、あなた自身の愛される価値を思い出させてくれます。自分を大事にすると自然と恋愛の運気も整っていきます。そして2つ目、お部屋に美しいものを1つ増やす。これは金星のカードのエネルギーですね。新しいお花を飾る、好きな色のクッションを買う、机の上を整えるなど、空間に美しさを与えることで心の調和も整い、愛される流れが戻ってきます。そして3つ目、迷っていたことを思い切ってやってみる。これは自分の限界を超えるというアクションにつながります。送ろうか迷っていたメッセージ、誘おうか悩んでいたお出かけ、一つ踏み出してみましょう。たとえうまくいかなくても、動いた自分に誇りが持てます。今は結果よりも勇気が運を動かす時です。そして4つ目、この恋に対して今できることは何かを一つだけ決めて実行する。待つだけではなくて、小さくても与える側に立つ行動をしていきましょう。例えば、ありがとうという一言を伝える。相手を応援する行動を SNS で示すなど、受け取ることより、まず愛を出すことで心が明るく整っていきます。ぜひこれらもやってみてください。開運アクションです。そして恋は時に動かないように見えて、実は静かに育っています。あなたのその深い愛は見えないところで必ずお相手にも響いています。なので大丈夫です。好きでいることに自信を持っていきましょう。それがあなたをより輝かせて世界に優しさを広げる開運そのものになっていきます。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージ。こちらは注意深さと優しさの間というメッセージです。自分の選んだ道にそっと光を灯してください。人生には思いがけないミスや後悔するような出来事もつきものです。でもだからといって自分を責めたり、誰かや運のせいにしても心は晴れません。大切なのは、私はちゃんと自分の足で選んで歩んできたという事実です。たとえ結果が思い通りでなかったとしても、それを経験として受け止められたとき、あなたの中に確かな成長が宿っていくでしょう。小さな注意が未来の安心につながっていきます。例えば、無理をしすぎないこと、
人の優しさに感謝を伝えること、やるべきことを後回しにしないこと、そんな日々のちょっとした気づきがあなたの毎日を穏やかに照らしてくれます。自分を信じて歩んでいくあなたの姿は、きっと周りにも温かい光を届けていくでしょう。自分を信じて進んでいくこと。はい、これがメッセージです。今回はこのまま今好きな人を思い続けてもいいのというのをテーマに見ていきました。あの人がどう思っているのか、近況はどうなっているのか、そしてこれから先どうなっていくのか。2番さんは数ヶ月後、特に2、3ヶ月後にはお相手とじっくりと向き合って話し合う時が訪れると思います。その時まで今は五感を生かしたことをしながら開運のタイミングを待ってみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、このまま好きでいてもいいですかというのをテーマに見ていきます。今好きな人がいる。だけどこのまま好きでいてもいいのかどうかわからなくなってきた。そんな不安を抱えている方向けのリーディングです。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方、こちらのカードは不死というカードです。では早速2人の今の近況、心の距離感っていうのを見ていきます。はい、それでは見ていきましょう。3番さん、もう最初から深掘りしています。カードはあなたがムーンのカード、不安を表しています。お相手カップのエース、そして課題点に太陽のカード、アドバイスカードがデスのカードです。そして今こちらに分けているカードっていうのがお相手の近況を詳しく深掘りしたものです。そして加えてルノルマンで出していきます。ルノルマンではお相手の生活全般の近況、そしてあなたへの思いを出していきます。それを出してからリーディングを行っていこうと思います。まずはお相手の生活全般的なことです。はい、人脈が広がっているとき、ガーデンですね。ではあなたへの思いです。はい、棺のカード。お相手とうまくいっていないなっていう風に感じてすごく不安になっているっていうのが入ってきています。他に好きな人ができたんじゃないかなっていう風に思っている。なぜだったらお相手の今私生活において交流が盛んになっているから。もしかして私じゃなくて他に好きな人いるんじゃないかって誤解されちゃうような、そういうことをやっていますね、お相手が。人脈が広がっているので、それはお相手がどんな状況であってもです。人脈が広がっているので、お仕事で今飲み会シーズンだったりとか、さらにお友達が広がっていったりとか、いろんな交流の場に顔を出したりしてる。それはこの人が遊びたいっていうふうに思っていても思っていなくてもそういう状況であるということです。だからすごく不安になるんです、見ていて。そして何か新しいことを始めたとか、趣味が始まっていったっていう可能性もあるし、そして振られたっていう可能性もあります。あなたがお相手に。この恋うまくいかなかった、やっぱり諦めようっていうふうに今思ってらっしゃるような気もしますね。この課題点のところに太陽が出てるっていうことはやっぱり逆なんですよね。自分の思い描いている理想通りにいかなくてものすごく不安、沈んでいる。で、課題点が太陽なので、太陽は成功だから成功しないってことが課題なんです。そしてアドバイスカードもです。新しい世界へ促しています。そしてお相手のあなたに対する思いも棺のカードなので、一旦ここで終了、今の関係性に終止符を打つっていうような
意味合いがあります。そしてここに出しているのが、このお相手のカップのエースに対して、この人は何にときめきを持ってるのかなっていうのを見たんですね。そしてあなたが一番不安に思ってるであろう、他に好きな人ができたんじゃないかっていうことに対しては、そうではないっていうふうに出てきています。ただし、あなたとのことに対してもやっぱり順調ではないんだなっていうのが出てきてるんですね。こっちがあなた、こっちが他の異性で見た場合に、あなたのところにはソードの3番だけど、その後にペンタクルの7番なので、あなたとの間に痛ましい、胸が痛いなとか悲しいなと思うようなことがあったんだけど、それをやっぱり改善していこうっていう方向に流れていきます。なので今より状況は改善していくと思います。そして他の異性に対してなんですが、それは今好きな人はいなそうなんですね。でも未来のところにワンドの6番が出てるので、この人のことを好きな人は現れそうな予感がします。つまりあなたにとってのライバルですねがこれから現れると思いますっていうのは出てきているので、あなたとの間に終わらせなきゃいけないことがあるっていうふうにお相手が言ってるんです。そしてお相手があなたとの間に終わらせなければいけないことって一体何って言ったら、やっぱりこの悲しみ、今悲しんでることから抜け出していきたいなっていうことだと思うんですね。そこの深掘りをしていきましょう。あなたとの間において今何か棺終わらせなければいけない終了ですね。何に終わりをするのか詳しく見ていきましょう。そしてこれからどうしていきたいのかっていうところですね。何に終わりをするのか、尊敬、リスペクト、立場上の問題とかありますか？そこに対してその境界線をなくすって意味かもしれません。そうですね。そしてこれからどんな風に動いてくるのか見ていきましょう。気を使わないようにしようとか、今まで気を使っていた尊敬ってその相手を敬うってことなんですが、その敬おうっていうふうに思ったとか、逆に今まで冷たいこと、冷たい態度をとってしまっていた。だけどそれを終わりにしてあなたに対して敬う気持ち、尊敬の気持ちを持つ、または立場があったものを終了させて取っ払っていく。あの人がこれからどんなことを思い、どんな風に動いてくるのか、それをもらっていきます。はい、まずは人間関係っていうのがあるので、それはここの人脈が広がっている最中っていうお相手の日常のことでも現れているので、関係性が広がっていって、その中で嫌なことも出てくるし、いい関係を築いていくことも出てくるでしょう。様々あって人間関係広がっていきます。そしてお相手がどんな風に動いてくるのか、スケジュールっていうのと自立っていうのがあるので、あなたと何か計画を立てるっていうことは出てきます。ここに関係性の見直しも入ってるので、より良い関係にしていくためにっていうことで、いつだったら空いてるっていうふうに空いてる日を聞かれたりとか、いついつどこどこに行こうかみたいな話が持ち上がったりとか、また自立っていう言葉もある通り、お互いが自立した関係性、依存し合わない関係性へっていうのを目指しているんだと思います。どちらかが依存する、多分お相手もあなたに甘えていた部分があったと思うんですよね。これくらいだったら大丈夫だろうっていうのがいつの間にかどんどん膨れ上がっていって、例えばしばらく返事しなくても、返事を返さなくても、あなただったらきっと分かってくれるよねっていうふうに甘えてたのかもしれない。そこをもう一度やっぱりお互いがね、お互いをリスペクトし合いましょうっていうことで、ちゃんと見直しがかかるんじゃないかなと思います。今は苦しいところにいるっていうのが入ってきてるんです。あなたとの間において悲しいことがお互いあったよねっていうのがあるので、そこに対しての見直しがかかっていく。一方、他に好きな人がいますかってことに関して今はいません。でも近い未来ライバルが訪れると思います。そして違う世界、新しい世界へ出発していく、切り替わっていくよってことに関しては、今の関係性、
あまり良くないので、そこから抜け出していくのかなというふうに思いました。で、私はこの人をずっとこのまま思い続けてもいいですかっていうことに対しての、エンジェルアンサーから答えをもらっていこうと思います。私は好きなままでいいでしょうか？思い続けてもいいですか？はい、数ヶ月後に答えが出るだろうっていうカードが出ました。数ヶ月後。それは一体いつですかっていうことで、タロット1枚もらっていきましょう。長かったら、11ヶ月、10ヶ月、11ヶ月ぐらいはかかるかもしれないなっていうふうには見ています。でももっと具体的に欲しいですよね。あんまり長いとと思ってしまいますから。はい、見ていきましょう。ペンタクル9のカードですね。それは何ヶ月後でしょうか？出てきましたね。早くて夏の終わり、秋の初めから遅くて、春先までの間ですね。なので数ヶ月以内っていうのはその子にはまってくるのかなと思います。早かったらそうですね、9月ぐらいだと思います。その頃にはお互いの関係性の改善がされていくんじゃないかなっていうことと、このまま思い続けていっていいですかっていうことに対しても、あなたの中で答えがきちんと出てくるだろうっていうのが入ってきました。そしてお相手からの思いとか、どんな風に思っていたのかってこともその時にお話聞けるんじゃないかなっていう風に思っています。少しね、長いなっていう風に思うかもしれません。そうですね、夏の終わりだとね、一つの季節を越えなければいけないので、その間どうやって過ごしていけばいいのっていうメッセージをこちらのオラクルカードからもらっていこうと思います。そしてやはりね、もう一枚ルノルマンカードでアドバイスもらっていこうと思います。はい、狐のカードです。ここと加えてこちらのオラクルもらっていきます。狐、そうですね、その素直になることっていうのもアドバイスとして入っていますし、あまり思い詰めすぎないでくださいねっていうのも入っています。今のお相手との関係性すごく不安ですよっていうムーンのカードも入ってきたから、あなたがすごく寂しくって心細くってっていうのが伝わってくるんです。思い描いていた理想とのギャップを感じていたりとか、それでどうしてもネガティブ思考になってしまったりとかしてしまうので、そこをなるべく和らげてあげる作業っていうのが必要なんじゃないかなと思います。オラクルカードはこちらは考える人です。そしてアストロロジーのカードからはレオ、獅子座のカードです。そしてこちらがですね、セークレット、聖なる結びつきですのカード。こちらからもメッセージもらっていきましょう。今そのお相手との関係というのはあなたの宝物になっていきます。愛は誇り、でも冷静な目も持っていきましょう。こちらの聖なる結びつきのカードというのは、あなたとその人との関係が恋以上に特別でかけがえのないものだということを教えてきてくれています。表面的なやり取りや他人と比べてどうこうでは測れないような心の奥深くにある絆。だからこそ焦らず丁寧に大切に育てていってください。そして今あなたに必要なのは自信と冷静さのバランスです。この獅子座のカード、これは輝く太陽のような存在感を放ち、人を引きつける力があります。あなたの魅力は実はすでにお相手にも伝わっている。でも感情のまま動いてしまうと少しだけお相手との距離感が崩れてしまうこともあります。だから今は思考の力を少しだけ取り入れて恋のエネルギーを整えていってください。狐のカードは思考を張り巡らせる賢さっていうのも持っていますから、情熱と冷静さどちらも持っていこうっていうことと、今の課題点のところに太陽が入っていましたよね。獅子座の支配性は太陽なので、今あなたが課題だと感じているところに自信のなさとか不安に飲み込まれてしまって自分自身を見失ってしまう、
あなた本来の魅力はこの獅子座のカードが語っているように明るさと自信です。なので今この自分に自信を取り戻す時ですね。そして考える人からもメッセージをもらっていきましょう。今の関係を客観的にメモに書き出してみましょう。それが具体的な開運アクションです。考える人の力を借りてください。今の状況、相手の行動、自分の気持ちの3つをシンプルに整理すること。感情に飲まれすぎずに状況を冷静に見つめることで、次に取るべき一手が明確になっていきます。そして自分の魅力を再確認する時間を作る。自分の好きなところ、相手に褒められたこと、得意なことなどを3つ書き出してみる。自己肯定感が高まるとともに、不思議と恋もスムーズに流れ始めていきます。鏡に向かって私は魅力的と言ってみるのも効果的です。そして今一度じっくりと行動を一旦ね、やめて作戦を練ってみましょう。毎日連絡していたとしたなら、1日置いてみる。すぐに返していた返信をちょっと待ってみる。行動を一旦止めることは距離を取ることではなくて、見つめ直す余白を作ること。自分にとっても相手にとっても冷静さが戻り、次の関係性が深まりやすくなります。そしてどんな関係を築きたいのかというのを紙に書いて具体的にビジョン化する。2人の未来の姿をイメージして、こんな時間を過ごしてみたい、こういう関係でいたいという夢、理想を描いてみてください。文字に起こしてください。そしてイメージが定まると、そこへ向かう行動が自然に生まれてきます。それはあなたの恋に太陽のような明るい方向性を与える獅子座的な開運方法の一つです。なのでこの獅子座のエネルギーの力を借りて行動するっていうアクションを起こしてみてください。この恋はあなただからこそ大切にできる特別な関係です。無理に動こうとしないで、冷静な視点と温かい愛を両方持つことで、あなたの思いはもっと確かなものへとなっていきます。愛されるあなたにふさわしい未来が今も静かに育っています。あなたの存在そのものがすでにあの人にとっての光です。それを信じて言ってみてください。では選択肢からのメッセージです。こちらのカードですね。これは手放すことで新しい風が入ってくるというメッセージ。少しずつ心が疲れてきていませんか？頑張っても答えてもらえない気がするとき、思いを重ねたはずの関係がうまくいかなくなるとき、そこにとどまることであなたの優しさが静かに消耗してしまっているのかもしれません。このメッセージが教えてくれているのは、今のあなたにとって本当に必要なものを見つめ直していいということです。空っぽになった場所にずっと期待し続ける必要はありません。何かを受け取りたいのであれば、まずはあなたの心を丁寧に満たすことが先です。そして誰かに何かを与えるときには、見返りを求めずに、あなたの美しい思いをそのまま差し出してみてください。もう役目を終えた関係や場所には、ありがとうと言ってそっと手を離す勇気を持ちましょう。それは決して負けるということではありません。敗北ではない。新しい愛と幸せが流れ込む余白を作るための大切なステップです。未来はまだ白紙のページがたくさん残っています。手放すこともあなたを癒し輝かせるための愛のある選択なのです。そして今の関係を育てていく勇気と、必要であれば優しく手放す勇気、その両面があなたを今包み込んでいるというメッセージをぜひお受け取りください。今回はこのまま好きでいてもいいですかというのをテーマに見ていきました。3番さん、今抱えている不安や課題、そしてお相手の今後の動き、お相手ときちんと向き合って話し合って答えが出るのは数ヶ月先。だいたい早くて2ヶ月後、もしくは遅かったら来年の春頃になると思うんですが、それまでの間に自分がどんなことをしていけばいいのかなっていうメッセージもお届けしていきました。こちらもぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。
テーマとしては、このままお相手を好きでいてもいいですかというのをテーマに見ていきました。内容としてははっきりとイエスの出るような、そんなエンジェルアンサーも使っていきましたので、中には厳しい内容になったっていう選択肢の方もいらっしゃったと思います。ですが、その開運アクションとかをお届けしていきましたので、そちらを参考にしていきながら、じゃあ次は自分はどうしていけばいいのかな、自分はどうしたいのかなっていう参考になればと思います。はい、ということで今回は、共通メッセージとしてこちらのルノルマンカードからメッセージをもらっていこうと思います。テーマとしてもかなり今回はヘビーな内容になったんじゃないかなと思っています。好きでいていいのかわからなくなってしまう、それぐらい不安になってしまったりとか、ネガティブな思いに悩まされてしまう、そんな時もあるでしょう。恋愛をしていて好きなお相手がいて不安になってしまって、自分に自信が持てなくなっちゃって、そういう時にどういうことをしていけばいいのか、どうしていったらいいのか、癒しのメッセージもらっていきます。誰しもが不安に思うことですね。はい、そちらに対してメッセージをもらっていきましょう。道のカード、そしてお家のカード。癒しのメッセージとしては、長い道です。はい。道は選択っていう意味もありますが、今回はあなたの進むべき未来として捉えてください。これからの道のり、不安に思うこともあるでしょう。ですが、あなたを癒すのはご自身の安心できる場所、または心の拠り所です。今そこを丁寧に整えてください。そして愛情をかけて磨き上げていきましょう。自分の心の拠り所なので、お家でなくてもいいんです。自分が安心できる居場所、仲間との間でもいいし、好きなお相手といる時が一番落ち着くんですっていう方もいると思います。なので、今自分の心の居場所や、心の中とか、あとは住環境を整える時です。そしてリラックスしましょう。なんで整えるかって言ったら、自分の心を満たすため、リラックスして落ち着かせるためです。それが目的なんですね。なので、自分がリラックスすることをやってくださいっていうことですね。もう一度、その自分がリラックスできる場所ってどこなんだっけ、それは夜、朝とか、何をしたらいいんだっけっていうところをもう一回見返してみて、今それができてるのかな、足りてないかなとか、例えば片付ける必要があるのかなとかね、心の余裕はどうなんだろうかってところを見て、そしてまた満たしてあげること、見直しをかけて手放すものを手放し、そして新しいものをお迎えしてあげる。できるんだったら五感を満たすようなもので満たしてあげる。自分の心の隙間を埋めてあげる。そしてキラキラした気持ちを取り戻していく。そしてこれから長い道、また歩んでいけるように、楽しく歩んでいけるように、自分の中で整えられることを整えていきましょう。そういうメッセージですね。そしていつでも恋愛には愛情と、そして手をかけた分だけのその成長具合っていうのを見る、この両方が必要になってきます。自分が手がけしっかりと感じ取ること、この循環を忘れずにいてください。まずは自分の中で自分を育み、自分の成長を見る、過程を見て、ここまでやってこれたぞとか見直すことで、これが足りないからこれをやってみようってことをまず自分の中でやってください。その自分の中の循環がうまくいけば、次は世界を広げて、お相手と自分の世界っていうところに手をつけていけると思います。まずは自分からっていうメッセージでした。ぜひこちらもお受け取りください。では今回のリーディングは以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。